ほんと、いつも思うけど、お前の企画はゴミだな。部長は俺が作った資料をゴミ箱に突っ込んだ。こんな屈辱的な扱いを受けるのは生まれて初めてだ。同僚たちが見ている前で、部長は俺に帰れと命じてきた。使えない社員はクビだ、クビ。もう限界だ。こんな環境、これ以上は耐えられない。俺は言われた通り会社を辞めることにした。俺の名前は光一、27歳。イベント運営会社で営業マンとして働いている。この仕事は課題解決のためのアイデアを発想する力、つまり企画力が必要だ。クライアントの理想に沿って現実的かつ効果的な催しを形作らなければならない。企画力を生かして働くことは俺の昔からの目標だった。俺が最初に周囲から注目を浴びたのはまだ高校生だった頃のこと。文化祭の出し物の中で最も好評を博した企画の提案者として名前を知られた。大学でもそうだった。何か催し事があると採用されるのは決まって俺のアイディア。そんな実績があったからか、卒業後は第一志望だった今の会社にすんなりと就職できた。最初はとても順調だったと思う。活気があって働きやすい会社。そう素直に感じていた。教育係をしてくれたゆり子先輩との交際が始まったのも入社して間もない頃だった。やりがいのある仕事、2つ年上の彼女との社内恋愛。俺の毎日はかなり充実していた。しかし順風満帆だったのは最初だけだった。今の俺はため息ばかりついている。理由はある上司から目の敵にされているから。上司の名前は花沢健二。54歳のバツイチ男性。若さへの嫉妬なのか、学歴の高さに対するひがみなのか、部長は俺を毛嫌いしている。俺が提案する企画はどれもこれもすべてゴミ扱い。最近では人格まで否定されている。おかげで俺の自己肯定感は下がる一方、働くモチベーションを削られっぱなしだった。イベントが成功するかどうかは企画の段階で決まっていると言われる。目的は明確に、ターゲットは絞ること。季節や流行に合わせる工夫も忘れずに。考えるべきことは多い。クライアントの意向に沿って目標達成までの童貞を書いていく。イベント企画の大まかな流れはこうだ。まずは先方と一緒に催し物の最終的な目的を決める。次はターゲットの設定とイベント内容の検討。マーケティング部が得た情報を生かす。そこまで来たら日程と会場の選定に入る。ここが先に決まっている仕事も少なくない。最後は宣伝や告知、チラシ、ポスター、SNS、インターネット広告などを活用していく。俺たち営業が出す案は最終的にはすべて花沢部長の判断を仰ぐことになる。何事もなく一度で通ることはまずない。ブラッシュアップを求められることがほとんど。それはいいのだけれど、俺の場合、どんなに優れた企画も絶対に通してもらえなかった。被害妄想ではないと思う。いくら完璧に理論武装しても、難癖をつけられて却下される。こんなつまらないアイディアしか出せないのか。出直してこい。花沢部長から何度そう怒鳴られただろう。企画を出すたびに冷たい言葉を浴びせられてしまう。しかも営業の中でこんな扱いを受けているのは俺だけ。俺が
花沢部長から目の敵にされていると感じるのはそのせいだ。こいつの提案は意地でも通さない。どんな手段を使ってでも突っぱねる。企画の穴や盲点をついてくる部長からはいつもそんな強い敵意が感じられた。ある時、花沢部長はまたもや俺の企画を却下した。市街地の一角にある広場を使って催し物を行うという内容だった。却下の理由はハイリスクだから。俺は思わず首をかしげてしまった。ハイリスクですか？それは具体的にどのようなリスクでしょうか？その程度のことにも気づけないからダメなんだよ、お前は。例えば歩行者の安全だとか、周囲の交通への配慮といったものが、ここには全くないだろうが。そんなこと言い出したらキリがないですよ。俺はそう強く反論したい気持ちをぐっとこらえた。イベント会場になる予定の広場は、これまでにも何度も使っている。歩行者の安全、交通への配慮、他の営業にそんな指摘をしたことがあったか。俺は思ったことを整理して感情的にならないようできるだけ穏便に意見した。だけどダメだった。不備が多い。配慮に欠けた企画を通すわけにはいかないという。なんだその不満そうな顔は。こういうリスク回避も俺の上司としての役割の一つなんだよ。企画の仕事をなめるなよ。出直してこい。俺は一礼してデスクに戻った。気の毒そうな同僚たちの視線がつらかった。花沢部長の厳しさは俺に対する期待の裏返しだという先輩もいる。だけど俺にはとてもそうは思えなかった。目つきと言葉に悪意が感じられるからだ。部長は俺を憎んでいる。恨んでいる。この会社からいなくなればいいと思っている。ただ、それはなぜだろう。俺には部長から嫌われる理由がさっぱりわからなかった。別のイベント案を提出した時もそうだった。花沢部長は今度は費用対効果の面でしつこく追求してきた。内容はある商品の販促活動のために商業施設で催しを行うというもの。実は俺には今では著名なインフルエンサーになった大学時代の友人がいる。今回イベントを開催するにあたって事前にその友人に参加を打診してもいた。そのことを含めて詳しい内容を記した資料を花沢部長はつまらなそうに放った。曖昧な感じだな、相変わらず。そのインフルエンサーを呼んだり、グッズを作ったり、設営したりするのにいくらかかるんだ。その点がないじゃないか。申し訳ありません。具体的な金額を出すのは内容に OK をいただいてからにしようと考えておりました。何を悠長なことを言ってるんだ。この怠慢野郎。どのくらい販売が見込めて、どれくらいリターンが期待できるかを想定せずに、どんなイベントを開くつもりだ。花沢部長の言うことは間違ってはいない。それは俺にもわかる。費用対効果の検証はイベントを企画する上で最も大切なことの一つ。コストをかけて企画して少しも効果がなかったのでは目も当てられないからだ。ただそれを今の段階で言うのかと言い返したくてたまらないのも本心だった。そもそも他の営業の提案は具体的な金額を記載していなくても通っているじゃないか。難癖をつけて俺の企画だけ却下したい。そんな狙いが見え見えで、なんだかげんなりした。俺だって細かい金額まで記載した上で企画書を提出する時もある。リピート物の企画やそれに近いイベントの場合は広告費や制作費も算出しやすい。だけど今回はそうじゃなかった。ゼロからの企画だからあえて数字を入れなかった。
それくらい理解してくれてもいいはずなのに、まさか怠慢野郎と罵られるなんて。不名誉な呼び名に心が傷ついて、俺はため息が止まらなかった。このままずっと通らない企画をどうにか通そうと悪戦苦闘し続けないといけないのか。俺はなんだか花沢部長と向き合うことが嫌になってしまった。働く意欲が減退した。自分の価値が信じられなくなった。出社するのが嫌で嫌でたまらなくなった。俺がトーンダウンすると、花沢部長はにわかに勢いづいてきた。笑顔が増えたし、強気な態度で部下に指図するシーンが頻繁に見られ始めた。聞こえよがしな大声で、俺に対する当てこすりとしか思えないようなことを言う部長。最近の若いのは打たれ弱くてダメだな。まったく使い物にならん。花沢部長は俺に対する嫌がらせを上司からの愛の無知だと言ってはばからなかった。だけど俺にしてみればそんな言い方は単なる自己弁護。嫌がらせの正当化に過ぎない。俺と似たような感想を抱いた様子の先輩もいた。彼は完全と花沢部長に意見した。指導にしては行き過ぎてはいないかと。成長を促すにしては言葉がきつすぎないかと。花沢部長はそれらの指摘を鼻で笑ってこう返した。甘えたことを言うなよ。タフなメンタルがないと俺たちみたいな仕事はやってられないだろうが。俺はな、わざと厳しい態度を取ることで安心して仕事をさせられる部下かどうかを見極めているんだよ。言わんとすることはわかる。でも俺にはやっぱり意地悪を正当化しているようにしか聞こえなかった。言い方がとても腹立たしかったし、聞いていて憤りを感じずにはいられなかった。部下全員に対して厳しい態度をとっているならまだいい。だけど違うじゃないか。ターゲットはどう見ても俺だけじゃないか。どうして俺ばかり攻撃してくるんだ。俺は不透明な企画を出しているつもりなんて全くない。やり遂げる覚悟も計画性もある。クライアントとの折衝力だってある。ダメ出しされた案をより良いものに変えて再提出することを繰り返している。これ以上何を求めているって言うんだ。俺には花沢部長が本当は何を考えているのかさっぱりわからなかった。辛い目に遭っている俺がどうして潰れずにいられるのか。もちろん企画の仕事が好きだからだけど、他にも理由がある。交際中のゆり子先輩がデートのたびに俺を慰めてくれるからだ。愚痴を聞いても嫌な顔一つしない彼女の存在が俺には本当にありがたい。それにしても嫌だ。俺はいつまでこんな思いをし続けなきゃいけないんだろう。花沢部長だからね。長く続くと思うよ。私の時もしつこかったな。ゆり子さんも俺と似たような目に遭っていたの？優秀なゆり子先輩がダメ出しを受ける姿なんて想像がつかない。俺が本心からそう言うと、彼女はそうじゃないのと明るく笑った。驚いたことにゆり子先輩は花沢部長からアプローチを受けていたという。話してなかったっけ？入社してしばらく経った頃に付き合おうって何度も誘われていたの。それがもうしつこくて会社辞めようかと思ったわ。本当に？あの花沢部長が一回り以上も年下のゆり子さんに？交際を迫られるたびに断って、やっと今の何でもない関係に至ったらしい。ゆり子先輩から話を聞いた俺は、もしかしてと考えずにはいられなかった。花沢部長が俺を敵視しているのは、俺がゆり子先輩と付き合っているから。自分が何度アプローチしても付き合えなかった人と新入社員の俺がすぐにくっついた。
そのことが気に入らなくて、だから俺にだけこんなに辛く当たるのか。この予想が当たっているとしたら本当にありえない。それにすごく腹立たしい。何が愛の無知だ。何がタフなメンタルだ。ただの嫉妬じゃないか。なんてバカバカしいんだ。ふと会社は他にもあるという思いが脳裏をよぎった。イベントの企画・運営に携わることなら他の会社でもできる。このままろくでもない上司の下にいるより他社で働く方がずっといい。今の会社にこだわることはないんだと思うと迷いが晴れたような気分だった。ゆり子先輩とのデートから数日後、俺は以前ダメ出しされた企画を練り直して提出した。企画書に目を通した後、花沢部長は盛大にため息をついた。ほんと、いつも思うけど、お前の企画はゴミだな。花沢部長は資料を足元のゴミ箱に突っ込んだ。さすがにありえない。こんな屈辱を受けるのは初めてだ。同僚たちが見ている前で、部長は俺を追い払うような仕草をした。話にならん。帰れ。使えない社員はクビだ、クビ。突然のクビ宣告。もう限界だと思った。これ以上こんな環境で働いていたくない。俺は言われた通り会社を辞めることにした。ゆり子先輩をはじめ同僚たちはみんな引き止めてくれた。だけど俺の意思はもう決まっていた。それからしばらくは引き継ぎと有給休暇に日数を費やした。およそ3週間後、俺の退職当日のことだった。会社に最後の挨拶をしに出向いた俺に花沢部長がこんなことを命じてきた。あの企画に問い合わせ殺到中だ。すぐに対応しろ。俺が友人のインフルエンサーを起用した企画のことだった。却下されたと思っていたら花沢部長が勝手に進めていたらしい。部下から企画を奪うなんて最低だ。俺は改めて花沢部長が嫌いになった。例のインフルエンサーがお前とじゃなきゃ次回のイベントの話し合いはできないって言うんだよ。他の営業は嫌なんだそうだ。で、お前が辞めたことを話したら、だったらイベントにも参加しないと言い出して。関係ありませんよ。私はもうクビなんで。さようなら。いや、ちょっと待ってくれ。話し合おう。なんて自分勝手な人なんだ。今さら何を話し合おうと言うんだろう。俺は引き止めようとする花沢部長の手を振り払った。やめてもらえますか。嫉妬で部下の邪魔をするような恥ずかしい人とはもうこれ以上関わっていたくないんです。失礼します。はあお前何を言い出すんだ。何が嫉妬だ。撤回しろ。花沢部長は真っ赤になった。大慌てで否定するあたり図星だと言っているも同然だ。その時だった。騒ぎを聞きつけたらしい社長がやってきた。今聞こえた嫉妬というのはどういうことだ。詳しく話しなさい。いえ社長、違うんです。それは誤解なんです。誤解？まさかそんなはずはないだろう。俺は花沢部長がゆり子先輩にアプローチしていたことを話した。今は自分が彼女と付き合っていて花沢部長が激しく嫉妬しているらしいことも。花沢部長は真っ赤になって否定してきた。でも俺にはそうとしか考えられなかった。集中的な嫌がらせは嫉妬していたからなんでしょ。ゆり子先輩と付き合っている私に対して腹を立てていたからだ。そうに決まっています。違う。部下に対する正当な指導だった。妙なことを言うんじゃない。そちらこそ嘘を言わないでください。だったらどうして私の退職が決まった後で私が提案したイベントを勝手に進めたりしていたんです。企画を評価していたことの証拠じゃありませんか。提案した時に私が浴びせられた暴言は一体何だったんですか。花沢部長が言葉を詰まらせた。社員全員が見守る中、彼は唇を噛んでうつむいた。
何も言い訳できなくなったらしい。なんとも無様な姿だった。その後、花沢部長は社長からさらに厳しい追及を受けた。部長はみんなの前で自分の罪を認めた。涙声で謝罪する姿は惨めだった。申し訳ありません。私は年がいもなく焼き餅を焼いておりました。いたたまれなくなったのだろう。間もなく花沢部長は退職を申し出た。代わりに俺は社長からどうしてもと言われて会社に残ることになった。今、花沢元部長は企画やイベントとは程遠い仕事に就いているらしい。安月給でうだつの上がらない毎日を無意に過ごしているという、実にいい気味だ。一方、俺はというと、新しい上司の下で生き生きと働くことができている。百合子先輩との交際も順調で、先日ついにプロポーズもした。社内の雰囲気は前よりもずっと良くなったし、言うことなしだ。今後は自分の人生がより素晴らしいものになるよう企画・運営していこうと思っている。